皆さん、こんにちは。日本語を勉強していて、ここがちょっとわからないな、と感じていませんか？日本語の基礎を知りたい方や、テキストには載っていないポイントも、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。今日は、日本語の一人称代名詞を紹介します。一人称代名詞。一人称とは、自分のことを指すときに使う言葉です。英語では、I のことです。日本語では、私を使います。私以外にも、一人称は古い言葉も含めて、たくさんの言い方があると言われています。宇佐美先生、なぜそんなにあるんですか？私という言葉の使い方は、話し相手や状況によって変わります。例えば、職場での上下関係、家族や友達、男の人、女の人、年齢、地域性、関西弁や東北弁などの方言で言い方が変わってきます。また、メディアの影響を受けて、テレビやアニメで使用される一人称を使う人もいます。例えば、男の人は僕、俺、女の人は私、あたし、フォーマルな場所では私、私を使います。地域の方言は、うち、わい。漫画やアニメでお年寄りがわしといった言葉を使うことがあります。実際にお年寄りでそのような言葉を使っている人は見かけません。方言としてわしとかわいを使う人はいます。日本語ってこんなにもたくさんの言い方があるんですね。じゃあ、どれ使ってもいいんですね。そうですね。でも、ビジネスや年上の人に使ったら失礼なものもあります。それに、あたしは女性言葉、俺は男性が使う言葉なので、誤解されないよう気をつけて使いましょう。漫画やアニメに出てくる一人称も、普段の生活の中ではほとんど誰も使わないような言葉もあります。使う前にはネイティブの人と確認をしましょう。どれを使ったらいいかわからなかったら、迷ったときは、私を使いましょう。一人称を使うのをやめることもできます。日本語では、会話の中に認証を入れなくても、言いたいことを十分に伝えることができます。昨日映画見に行ったんだ。その後新宿で飲んでたら、絡まれて、喧嘩になって、警察が来て、逃げ回って、お財布落として、帰れなくなって、タクシーただ乗りして、怒られて、大変だった。でも全く使わないと、聞いている相手が誰について話しているのかわからなくなる場合もあるので、気をつけましょうね。レッスンの中で使った言葉。指す、指す。自分のことを指す。状況、
状況、状況によって変わる。影響、影響、メディアの影響を受ける。誤解、誤解、誤解される。普段の生活、普段の生活。確認、確認、確認する。迷う、迷う。迷ったとき。聞き手、聞き手。